皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金井美穂です。いかがお過ごしでしたか？ 2013 年に全身がんを公表し、一昨年前、惜しまれながらこの世を去った俳優の樹木希林さん。希林さんは30歳の時、ロック歌手の内田裕也さんと結婚されました。でも残念ながら暴力が原因で1年半後には別居。そしてその後40年間希林さん夫婦は別居したまま1年に1、2回会うだけという結婚生活を続けたそうなんです。自由を謳歌しているように見えた夫の内田さんでしたが、妻の希林さんが亡くなるとわずか半年後にまるで後を追うように亡くなられました。希林さんご夫婦に限らず、妻に先立たれた途端、元気をなくし、後を追うように亡くなるご主人の話って時々聞きますよね。聖書の創世記の中には、最初の人であるアダムが神を創造した後、妻のイブを創造するくだりにこんな言葉が出てくるのを皆さんご存知でしょうか？人が一人でいるのは良くない。彼のためにふさわしい助け手を作ろう。妻のイブはアダムへのプレゼントだったんですね。プレゼントという意味は劣っているということでは決してありません。むしろ特別な存在という意味なんです。助け手というのは具体的に何かをするということ以上に、妻がそこにいるその存在自体が夫の最大の助けになっているように感じます。だから妻の存在がなくなってしまうと弱ってしまう男性が多いということなのではないでしょうか。自分が守っていくんだと自分を必要としている存在があることによって、夫の自尊心は最大限に引き上げられるようです。では女性はどうなんでしょう？夫に先立たれた後、その後もずっと長生きする妻ってたくさんいらっしゃいますよね。妻は夫の存在を必要としてはいないということなんでしょうか？もちろんそんなことはありません。でも妻の存在によって支えられる夫の自尊心に比べると、残念ながら女性の自尊心は夫が存在するというだけでは支えられないようなんです。女性の場合は日々夫の行動や言葉などを通して自分には価値があると思いやりを感じることで自尊心が満たされるようなんです。だから夫が存在していても言葉や行動を通して自分は大切にされているんだなと感じることができなければ、妻の自尊心はあっけなく低くなってしまいます。そして自分には思いやりを受ける価値がないのではないか、もっと頑張らなくてはいけないんじゃないかと感じるようになってしまうんです。自尊心が下がって自分の価値を感じられなくなると、女性は自分がやってほしいことを先に夫に示すことでお返しをしてもらおうと考えるようになります。夫が好きなものを料理したり、居心地を良くしたり、話を一生懸命聞いたり、そうやって本当は自分がしてほしいことを先にしてあげれば、夫はきっとお返しをしてくれるだろうと考えるんです。でもこの方法は大体あまりうまくいかないようです。男性と女性では考え方が違うからなんです。お返しが欲しいからやってたんだと知れば、多くの男性はきっとそれじゃあ物々交換みたいじゃないか、自発的な愛情って言えないんじゃないのと考えるかもしれません。無料なのかと思って喜んでたら、
後から突然高額な料金を請求されるぼったくりバーのようだという印象を男性なら持つかもしれないということなんです。でも大切にされているという実感が日々持てなくて自尊心が下がってしまったら、女性はどうしたらいいんでしょう。妻の存在は夫へのプレゼントだと話しましたよね。プレゼントというのは大切にされてめでられるための贈り物なんです。だから物々交換のように、あなたが先に思いやりという代金を支払う必要は最初からないということなんです。女性の自尊心はとても壊れやすいものです。だから大切なことは、物々交換なんかしなくても自分には思いやりを受ける価値があるんだと思い出すことなんです。自尊心が持てないとしても、あなたの価値自体は下がってはいません。あなたにはにっこり笑っていつもありがとうねと感謝を伝えるだけで十分な思いやりを受ける価値があるんだということを思い出してほしいんです。それを思い出すことで、周りの人というのはあなたが自分を思い描いているようにあなたを扱うように変わるからです。悩みは、あなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。ではまた。